F1 ドライバーの運転って速さを超えた表現そのもの。時速300キロを超える世界でミリ単位の操作と判断が求められる彼らのテクニックはまさに人間の限界を超えた領域です。でも実はその超人的な技術の中には私たちの普段の運転にも応用できるヒントがたくさん詰まっているんです。例えばアクセルの踏み方一つで同乗者の安心感は大きく変わりますし、視線の置き方を変えるだけで事故のリスクを減らすこともできます。買い物のちょっとした移動から休日の長距離ドライブまで、今回ご紹介するのは F1 ドライバーが実践する上手な運転の極意10選。これを知れば同乗者からも周囲のドライバーからも運転うまいねって言われるかもしれません。1、スムーズなアクセルワーク。 F1 では急加速よりトラクション管理が命。アクセルを踏むタイミングと強さを路面状況やタイヤのグリップに合わせて細かく調整することでマシンの安定性と速さを両立させています。日常でもアクセルをじわっと踏むだけで乗り心地が劇的に変わります。急に踏み込むと車体がガクッと揺れて同乗者が不快に感じたり荷物が動いたりすることも、逆に滑らかに加速すれば車内の空気も穏やかになり運転が丁寧な人という印象を与えられます。アクセルは踏むではなく対話するように扱うのが上手な運転の第一歩です。2、ブレーキは予測で使う。 F1 ドライバーはブレーキを最後の手段ではなく計算の一部として使います。コーナーの進入速度、タイヤの摩耗、路面のグリップ全てを予測しながら最適なタイミングで減速することでマシンの安定性と速さを両立させているのです。日常でも早めの減速は同乗者に安心感を与え、燃費にも優しい。急ブレーキは車内の荷物を飛ばしたり後続車とのトラブルの原因にもなります。逆に信号や交差点を先読みしてスーッと減速できる人は周囲から運転がうまいと自然に思われます。ブレーキは止まるためではなく流れを整えるための道具、それが F1 流の考え方です。3、ステアリングは手のひらで語る。ハンドル操作は急ではなく撫でる。 F1 ではステアリングの角度や入力の強さがタイヤのグリップや車体のバランスに直結します。だからこそドライバーは手のひらの感覚でミリ単位の操作を繰り返しているのです。日常でもハンドルを急に切ると車体が揺れたり同乗者が不安を感じたりします。逆にゆっくりと滑らかに回すだけで車の動きが自然になり乗っている人も安心。交差点やカーブでスッと曲がれる人はそれだけで運転がうまいと感じさせます。つまりステアリングは力で動かすのではなく流れを導くもの。 F1 ドライバーのように手のひらで語るような操作が上質な運転の鍵です。4、視線は遠くへ。 F1 ドライバーは常に次のコーナーを見ています。今いる場所ではなくこれからどこへ向かうかを見据えて走ることでブレーキングやステアリングの準備ができ無駄のない走りが可能になるのです。街中でも遠くを見て走るだけで判断力と安全性が格段にアップします。例えば前方の信号の変化や歩行者の動きに早く気づければ急ブレーキや急ハンドルを避けられます。また視線が遠くにあると自然とハンドル操作も滑らかになり車線の維持も安定します。視線の先に運転の質がある、それが F1 ドライバーの視点であり私たちにもすぐに実践できるテクニックです。5、コーナリングは外内外。サーキットの基本ライン取りは外内外。これは最も緩やかな弧を描いて曲がることでスピードを落とさずタイヤのグリップを最大限に生かす走り方です。この考え方は交差点やカーブでも応用可能。例えば右折時にいきなり内側へ切り込むのではなく外側から緩やかに進入しカーブの頂点を通って出口では再び外側へ抜ける。このラインを描く意識だけで無理なく曲がることができタイヤの負担も減らせます。さらに同乗者にとっても揺れが少なく安心感のあるコーナリングになります。曲がり方に美しさがある人はそれだけで運転の上手さが伝わるのです。6、車間距離は余裕の美学。 F1 では前が勝負を分けます。前のマシンとの距離をどう取るかでオーバーテイクのチャンスもクラッシュのリスクも変わってくる。だからこそ F1 ドライバーは攻める時ほど冷静に距離を測るのです。日常でも余裕ある車間は事故防止だけでなくスマートな印象を与えます。前の車にぴったりつけると相手にプレッシャーを与えたり急ブレーキに対応できなかったりと危険が増すだけ、逆に
適切な距離を保って走る人は周囲から落ち着いていて上手なドライバーと見られます。余裕は技術の証。それを車間距離で表現できるのが F1 流の美学です。7、無駄な操作を削る。 F1 では無駄な動きイコールタイムロス。ステアリング、アクセル、ブレーキ、全ての操作が必要最小限で構成されていて、一つの無駄がラップタイムに直結します。だからこそ F1 ドライバーは動きの少なさにこだわるのです。日常運転でも頻繁な車線変更や急な操作は避け、流れるような運転を心がけましょう。例えば信号待ちで無意味にアクセルを煽ったり、渋滞中に左右へ頻繁に車線変更するのは燃費も悪くなり、周囲に不安を与えるだけ。逆に一定の速度で無理なく車線を維持しながら走る人は落ち着いていて上手なドライバーと見られます。操作を減らすことは技術を高めること、それが F1 の哲学であり、日常にも通じる運転の美学です。8、路面状況を読む。 F1 ドライバーは路面の温度やグリップを常に意識しています。タイヤがどれだけ路面を噛んでいるかを感じ取りながら加速、減速、コーナリングを調整する。その路面との対話こそが限界ギリギリの走りを可能にしているのです。日常でも雨の日や荒れた道では路面を感じることで安全性が高まります。例えばマンホールや白線の上は滑りやすく、濡れた落ち葉や砂利道ではグリップが低下します。こうした変化に気づき、アクセルやブレーキを少し緩めるだけで事故のリスクを大きく減らすことができます。路面を読む力は運転の第六感。それを意識するだけであなたの運転は一段とプロフェッショナルに近づきます。9、車の重心を意識する。 F1 では重心移動が勝敗を左右します。加速すれば前が浮き、ブレーキを踏めば前に沈む。その重心の動きを正確にコントロールすることでマシンの限界を引き出しているのです。日常でも荷物の積み方や乗車人数によって車の挙動が変わることを知っておきましょう。例えば後部座席に人が多いとブレーキ時に前が沈みにくくなり、制動距離が伸びることも。またトランクに重い荷物を偏って積むとカーブで車体が不安定になることもあります。車は動く重心の塊。それを意識するだけで運転の精度と安全性が一段と高まります。10、冷静さこそ最強の武器。 F1 ドライバーは極限でも冷静。時速300キロの世界でわずかな判断ミスが命取りになる中、彼らは常に落ち着いて状況を分析し最適な判断を下しています。無線でのやり取りもまるで作戦会議のように冷静沈着、感情に流されず理性で走るのが F1 の流儀です。日常でもイライラせず落ち着いた運転が上手さの証です。渋滞や割り込み、信号のタイミング、思い通りにいかない場面こそ感情をコントロールする力が問われます。焦らず無理せず穏やかに運転することで事故のリスクを減らし、同乗者にも安心感を与えることができます。冷静さは全てのテクニックを支える土台。それを保てる人こそ本当に信頼されるドライバーです。 F1 の世界で磨かれた技術は私たちの運転にも活かせる宝の山。それはただ速く走るためのものではなく、安全に快適にそして美しく走るための知恵の結晶です。今日ご紹介した10のテクニック、ぜひ次のドライブで試してみてください。アクセルの踏み方一つ、視線の置き方一つで運転の印象は大きく変わります。あなたの運転がきっとプロっぽく見えるはずです。そして何より自分自身が運転って楽しいなと感じられるようになるはず。それでは安全運転で素敵なカーライフを。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねボタン、そして解説してほしいテーマがあったらコメント欄に書き込んでください。動画で取り上げて解説していきます。